皆さんこんにちは、フジロクです。今回はサーターアンダギーを作っていきましょう。今回使用するのはこちら黒糖です。黒糖はダマになりやすいので必ずふるっておきましょう。そしてお塩を少し入れておきます。今回はこちらの黒糖を使いました。こちら粉末の黒糖でも粒が残っててダマになりやすいのでふるってあります。それでは卵に黒糖とお塩を一気に加えて混ぜ合わせていきましょう。混ぜるときはハンドミキサーではなく泡立て器で混ぜ合わせていきましょう。ハンドミキサーを使うときはたくさん空気を含ませたいときに使います。今回は空気を含ませるために混ぜているわけではないので泡立て器で十分だと思います。黒糖がなかなか溶けづらいのですが、このように混ぜて黒糖を溶かしていきましょう。だいたい混ざれば大丈夫です。続いてこの中に溶かしバターを加えていきましょう。溶かしバターを入れることによって生地にコクが出て美味しく仕上がります。バターを入れたらぐるぐると混ぜ合わせていきましょう。続いてふるっておいた粉類を一気に加えていきます。そしてゴムベラで混ぜ合わせていきましょう。粉っぽさがなくなるまで混ぜるのですが、最初粉が結構飛び散りますので優しくゆっくり混ぜるのがポイントです。生地に粉を入れて混ぜる時の基本なのですが、このようにひらがなのの字を書くように混ぜていきましょう。ひらがなのの字を書きながらボールは半時計回りに回していきます。そしてある程度粉っぽさがなくなったら今度はのの字で混ぜるのではなく、ゴムベラをボールの底にこのように押し付けるようにして混ぜていくと生地がまとまりやすくなります。クッキー生地やドーナツ生地の基本の混ぜ方ですね。最初はの字、あとはこすりつけるように押し付けるように混ぜるというのがポイントです。生地がこのようにまとまれば完成です。それではラップに生地を取り出していきましょう。できた生地をすぐ油で揚げてもいいのですが、このように出来たての生地というのはすごくベタベタするんですね。あと薄力粉に含まれるグルテンというものがですね強く出てしまっていて、食べてみたら少し硬い印象になると思います。ラップに包んで寝かせることで生地もベタつかないしサクッとふんわり仕上がるので、必ずラップに包んで寝かせるという工程は省かないようにしましょう。ラップに生地を取り出したらこのようにこねていきましょう。なぜもう一度こねるのかというと、ボウルの中ではきれいに混ざりきらないんですね。バターの部分が残っていたり粉っぽさが残っていたり生地にムラがあります。なのでラップの上に出して目で見てきれいな状態になるまでこのようにこねるときれいに生地が仕上がります。何度かこねる作業を繰り返して生地全体にツヤが出てムラがなくなったら包んでいきましょう。余談なのですが、私が使っているラップは業務用のラップになります。スーパーに売っているラップとは少し違うんですね。業務用のラップの何がいいかというとですね、このように繰り返し使えるというのが非常にいいですね。くしゃっとしても開くことがすごく簡単にできます。あとは破れたとしても穴が開く程度でちぎれたりすることがないんですね。プロの現場ではラップがもしちぎれてそれがこのクッキーに食い込んで破片として入ってしまうと異物混入で営業停止になってしまうので、このちぎれない何度も使えるラップというのを重宝して使っています。もし皆さんが業務用スーパーに買い物行かれる際はぜひ業務用のラップ買ってみてください。おすすめです。はい、それでは生地を続きですね。こちら生地は1時間ほど冷蔵庫で寝かせてください。そして寝かせた後このように分割をしていきましょう。
今回は30個に分割しました。そしてこの生地をまず丸めていきましょう。このように手のひらでコロコロと転がして丸めていきます。この丸める作業ですが、1個2個目は綺麗に丸めることができるんですけども、この生地がですね薄く手のひらについてきて後半ベタベタしてくるんですね。なのでこのように後半の方はできるだけ油をつけて丸めるのをおすすめします。最初から手に油つけていただいた方がいいと思うので、どちらでもやりやすい方でやってみてください。このように全部が丸めることができたら油で揚げていきましょう。油の温度は160度です。菜箸からこのようにシュワーっと小さな泡が出るぐらいが160度です。油の温度を高温で揚げてしまうと、外が丸焦げなのに中はドロッと生の状態になってしまいます。温度は必ず160度を守るようにしましょう。160度というのはだいたい弱火で大丈夫です。弱火やとろ火ぐらいでちょうど油160度になると思うので、火加減を気をつけて油を扱ってください。それとですね、サーターアンダギーの大事なポイントが油の量ですね。これあんまり私の今の油の量が良くないんですけども、油の量はたっぷりがいいです。ドーナツが浸かるぐらいが目安ですね。油の量が少ないとやっぱり生になっちゃうんですよ。はい、こう浮いてくるのでね、後半は別にいいんですけども、なるべく最初の時ですね、油が少なくなってしまっていると外焦げて中は生みたいな状態になるので、油はたっぷりで揚げていきましょう。そしてこのように表面がブクブクと泡立ってくることがあります。こちら心配しなくても大丈夫です。ベーキングパウダーがちょっと溶け出しているんですね。サーターアンダギーも実は私この動画を撮る前に練習でやっているので2回油を使ってるんですけども、2回目ぐらいでこういう状態になってしまいます。なので油は新鮮な油の方がいいと思います。1回使って2回目ぐらいになるとこのようにね、表面がちょっとブクブクと泡立ってくるんですけども、味はあんまり変わりませんので気にせず揚げていきましょう。サーターアンダギーを何回も揚げていると油を吸って油が減ってくるんですね。そんな時はこんな作戦をやってみましょう。サーターアンダギー分割しておいた生地をさらに分割してちっちゃな丸にして揚げていきます。そうすると油の中にちゃんと生地が浸かってくれますので、きれいに揚げることができます。こうやって油を使って揚げていると、こんなにいらないかなっていう時ってありますよね。よかったらこの生地冷凍ができるので、例えば揚げている時にこんなに量いらないなだったり、油が少ないけど油を足すものがないだったり、そんな時はですね、生地を冷凍してみてください。いる分だけ揚げてあとは冷凍する、そしてまた解凍して使うってしていただくと、美味しいサーターアンダギーがいつでも食べれるようになると思います。冷凍した生地を解凍するときは必ず冷蔵庫で解凍してください。室温で解凍してしまうとちょっと生地がだれてしまうと思うので、食べたい前の日とかにですね、冷凍庫から冷蔵庫に移すといいと思います。はい、ということでサーターアンダギーがようやく完成いたしました。実際私も食べてみたのですが、すっごく美味しかったです。黒糖の甘さって独特ですよね。こうしつこい甘さではなく優しい素朴な甘さになっているので、甘いのが苦手な方もきっと召し上がることができると思います。こちらは揚げたてが美味しいので、できるだけ揚げたその日にお召し上がりください。冷凍保存ができるのは生の生地の状態のみになります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。その他 SNS もやっていますのでフォローもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。